動画と専用サイトで徹底サポート。指導者なしでも上達できる初心者セット発売中。はい、続けるだけ。ゆっくり止めてからでもいいですよ。こうやってやって。これこうなっちゃダメですね。ラケットの下、そう、これがこうやってなったら入りません。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のゲストは大石卓球場の林コーチです。林コーチは全日本卓球選手権大会の60代後半の部門で3位に入賞した素晴らしいプレイヤーです。林コーチは千葉にある大石卓球場でレッスンをしています。レッスンの詳細は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは初心者同士でやらせるバック打ちについて解説します。これは特に初心者の方や中学校の部活動で卓球を始めた選手たちに向けた内容です。林コーチは40年以上にわたり中学校を主体とした卓球指導を行ってきました。林コーチの長年の経験をもとに初心者同士での練習方法や自分たちでバック打ちを続けられるようになるための方法を教えてくれています。この練習方法を取り入れることで子どもたちはお互いに安定したバック打ちを続けられるようになります。この動画は中学校の顧問の先生、中学校の選手たち、バック打ちがなかなか続かない方はこの動画は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では林コーチのレッスンを見ていきましょう。次は初心者のバックハンドを教える。で2人で打ち合うことはできないので、やっぱり片方の方が子どもたちがこうサーブ、さっきやったこのようなサーブをします。構えるってことが大事です。そしてオープンハンドサービスので手のひらの真ん中にボールをセットしてボールを上げて落ちてきたところでサーブをこうやってボールをします。これを2人でできるまで練習します。ここで一番大事なことはボールが前に回るっていう。じゃあ例えばサーブで一番大事なことはボールがこう前に行くことが大事です。でやり方によっては横に回ったり、子どもたち左に回ったり右に曲がったり下回転に回ったりする子どももいるので、そこを注意してやるようにしてもらえればいいかなと思います。ラケットはなるべく台の近いところから始めて、最後は、おでこの方に、おでこにくっつけなくてもいいのでおでこの方に持ってってもらえるといいかなっていうふうに思います。2つ目は相手は今度は代わってもらってバックの練習をします。フォアでサーブ出してもらっていいですか。でフォアで、バックでやるときには台のこうやって振らないで体のおへその前でこうねラケットを返す。もうこれでボールの回転がさっきも言ったようにこういうふうに回るように、します。でこれが一番難しくて、で大概の人たちはナックル見たくなってこう後ろの回転でこう行ったりします。これが非常に難しい。ボールがこういうふうに前進回転になるようにしてあげる。下から上からやったらいいですよ。これナックルになっちゃいます。あとラケットを引いたら横に回転しちゃいます。やっぱり綺麗な打ち方は台のところから少し上に打ち上げてこう回転が前にこうなるようにします。でブロックの場合は、ラケット止める形ですけど最初の段階ですね。
はい、じゃあ3つ目はそれで今度はサーブをフォアのサーブで出したらバックで1本打ってください。はい、わかりました。打ちます。はい、はい、そうですね。さっきとフォアの打ち方と同じです。でこれが続いたら2本3本ということで2人で、はい、次はだんだん1、1、2、3ボールの回転がこうなったりこうなったりしちゃうと相手ができないのでこういう形で2人で初心者同士でもできる練習があります。ね、頑張ってつないでほしいなというふうに思います。これダイソーで買った100円のだからこういうふうにこれこういうふうにまっすぐですよ。ゆっくりやっていいですよ。ごめんね、ゆっくり止めてからでもいいですよ。こうやってやってでこれこうなっちゃダメですね。ラケットの下、そうこれがこうやってなったら入りません。そうですそうですこうですこうそう点がうまくきれいに回るようになる。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。